皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。いよいよこの平屋のリノベーションも完成に近づいてきました。今回はトイレの内装からドアなどの建具のリニューアルを行っていきます。現状はですね、こんな感じでトイレは一度リフォームされていて、そこまで手を入れなくても良さそうだったので、今回は壁と天井を塗装で綺麗に仕上げていくことにします。まずはホルダー類とか手すりを取り外していきます。最近この充電式の電動ドライバーをよく使っているんですが、これね結構便利です。さすがにねインパクトドライバーほどではないんですが、結構トルクがあるので、そこそこ硬いネジも緩めることができます。逆にインパクトドライバーだとパワーがありすぎて使いにくい場面もあるんですけど、そういう場合にはね重宝してます。木工用のパテで手すりのビス穴を塞ぎます。パテは乾くと痩せてしまうので、少し多めに盛るといいですね。乾いたらサンダーで鳴らします。この緑色の汚れはですね、古い水回りによく見るんですが、これは銅系のサビで青サビというらしいです。スコッチブライトで研磨します。水をつけてこするだけで簡単にきれいになりました。今回ですね、床は塗らないので養生をして塗装していきます。はい、それで今回の塗料はこちらです。アサヒペンのスーパーコート、色はソフトグレーですね。拭き掃除をしてから壁紙に直接塗っていきます。このままで塗装が十分乗るので、シーラーなんかの下地塗料は不要です。画面右上の黒いものは、これは換気扇なんですけども、もともとついていなかったので電気屋さんに新設してもらいました。この壁の裏は外壁なので、この直接排気するタイプの換気扇が取り付けできます。直接排気ができない場合は、天井に取り付けてダクトで外壁までつなぐタイプを取り付けます。こういった窓の枠とか回り縁なんかは塗装せずにそのままの色で残しておくか迷うところだと思うんですが、個人的にはなるべく色数は減らした方がシンプルですっきり見えて飽きにくいと思うので、これも全部塗っていきます。この塗り方だと養生の手間も省くことができますね。はい、こんな感じで1回目の塗装が完了です。回り縁とかところどころ下地が透けて見えていますね。あと1回塗れば綺麗になりそうなので、2回目塗装をやっていきます。はい、最後にドアをやります。古い戸建てのドアはなぜかマイナスネジで留めてあるものが多いんですが、錆びついてね、なかなか大変ですね。まずはドアノブを取り外します。このドアも塗装だけで仕上げていきます。まずトイレ側をオレンジ色に塗装します。
昔トヨタのカローラかビッツだったと思うんですけど、グレーとオレンジを使っていた CM があって、それがね結構かっこよくて、それ以来グレーとオレンジの組み合わせは自分の中で好きな組み合わせの一つになってます。廊下側は青に塗装をします。こういった建具は製作に結構手間がかかるので、新しく作るかどうか迷うところなんですけども、塗装してしまえば簡単に綺麗になりますし、いろんな色でね遊ぶことができるのもいいですよね。こんな感じでドアの取り付けが完了しました。トイレットペーパーホルダーは既存のものをマットブラックに塗装して再利用します。はい、これでトイレのリフォームが完了しました。費用は塗料と換気扇の購入費でだいたい15,000円程度でした。本当に塗るだけだったんですが、時間とコストをかけなくてもそれなりにね綺麗に仕上がったと思います。ちなみにリビングの入り口は古材で作ったバーンドアを取り付けました。これは前回の物件でも作っていて、その時の動画で詳しく解説していますので、気になった方はそちらをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録をいただけると励みになります。今回でねこの平屋のリノベーションが全て完成しました。次回は総集編とビフォーアフターのルームツアーをお送りします。かかった費用なんかもね公開したいと思いますので、ぜひご覧ください。